こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日はサソリ座の満月、つまり上作の満月についてのお話です。いつもこのチャンネルを見ていただいている皆さんありがとうございます。そして今日初めてここにたどり着いたという方も出会ってくださって本当にありがとうございます。これからもいろんなね、発信をしていきますので、ぜひよろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。そして、文章でね、読む方が好きだという方もいるので、こういった内容をノートや、アメブロの方でも上げておりますので、気になる方はチェックしてみてください。それから、インスタグラムの方では毎週金曜日の朝に、開運、1週間の開運波動をお届けするライブも開催しております。そちらもぜひ見てみてください。さて、では、まず、先日すでに動画で、お牛座の新月のものを挙げていますけれども、そこで少しお話ししていますが、上作の満月、こちらは5月の13日、1時55分日本時間のやってくるわけですけれども、この満月で宇宙と地球との間に光の道ができるんですね。これは年に1回、いつもこの時にできる。その時に宇宙につながるために、宇宙に見てほしいあなたの姿に向かっての種まきをお牛座の新月からしておきましょうという話をしました。で、この満月でどれだけ成就したか、それを確認するような満月、まだこれ見ている人、多分、早めに見ていると思いますので、もちろん間に合いますし、それからまあこれを上作の満月の後に見た人も過ぎちゃったからダメっていうことではないです。いつも自分の意識を前向きに向けていれば過去というのはいくらでも変えることができると基本的に私も信じております。さて、上作の満月、さそり座の満月なんですけれども、今回、水のエレメントの中で最も深遠な、最も奥深い深い感情のところにアクセスしていきます。ですから、隠れることはできない。これぐらいだけ見てっていうことはできなくて、途中までじゃなくて、こう隅から隅まで宇宙に見えてしまうという感じなんですね。もうそう言われると、私の中のあの影の部分が、あの意地悪な部分とか、そういうところが見えてしまうと感じて、ちょっとこう恐れになってしまう人もいるかもしれませんが、大丈夫です。私たちは誰しも欲、エゴ、持って生まれてきています。持ってないと生まれてこれないから。それが重りになって、だから空から言ってみると地上に重りがあるから降りてこれるわけです。スキューバダイビングを思い出すといいですね。重りがないと上に浮いちゃうから。ですから、そういうエゴを持っているからといって、何か罰せられるわけでも、宇宙に嫌われるわけでもないので、恐れる必要はないんです。宇宙がこの時、私たちに投げかける質問は、そんなあなたのすべて、影も含めて、あなた自身があなたを愛していますかという問いかけです。だから、それができるようになっているということが、その準備ですよなんです。逆に言うと、自分の影を見ないようにしていたら、それは光の部分しか愛せないよってことになっちゃうから、ちゃんと影もあって見えていていいということなんです。大事なのはそこで自己否定をしないっていうことです。だから今回のウェサクの満月で、私は私自身の影もすべて受け入れて自分を愛していますと言えるように心の準備をしているといいということです。ここでちょっといつものように、私は小惑星も出してチャートを出すんで、そのチャートを見るのが楽しみですと言ってくださっている方がいたので、一応一回写真をお見せしておきたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、こちらが上作の満月の瞬間の、チャートです。これで見ると、さそり座の22.12度というところで起こっている満月です。この22.12度のエネルギーは、占星術のサビアンで言うと、妖精に変容するウサギという、なんかちょっと面白い言葉で表現されています。これはつまり私たちの本能、ウサギというね、動物、本能が消化していくと、これ多産の象徴であるウサギのように、もともとそれは建設的な見えるエネルギーだったんだけれども、それが消化していくと、消化というのは上に上がるという
昇る花の方の消化ね、なると、より繊細な陽性のエネルギーとして融合していきますよという意味なんですね。だから自分を証明するために何かをウサギのように生み出し続けなければいけないというような、そういう力としてのエネルギーではなくて、もっと洗練された美しいエネルギーの使い方を私たちが意識することで、この世界に丸い平和が訪れますよという意味を持ちます。今回の上作は、特にバースチャートの固定球、バースチャートを見てね、そこに皆さんの固定球のお牛座、獅子座、さそり座、水亀座の18度から26度の場所に何か惑星があると、その惑星がより強烈に目覚めていくということを体験するでしょうし、冥王星の力も強いので、今回は固定球の2度から4度にある天体や感受点も影響を受けます。ですから、そこで人生が変わるようなエネルギーを、感じる人もいるかもしれません。今、満月、これはお牛座の自分の持ち物とか形ある財産っていう部分と、さそり座の他者や地球の財産っていうものと、形を手放して変容していくための財産っていう、全く2つの異なる二極性の概念っていうものがテーマとなっています。お牛座は頑固な価値観であり、それゆえに安心や安定を私たちに与えてくれますが、さそり座は形あるものを崩壊して変容させ、変化させることを望みます。そして個人ではなく、もう共有の所有物というものに重きを置いていきます。別の言い方をすると、お牛座は具体的、そしてさそり座は抽象的で神秘的。そしてそのどちらの存在も大事で、そのどちらの存在をも通して幸福を得ようとしているということです。満月の力っていうのは平等だから、どっちも大切よという意味なんですね。ただ、多くの人がどちらかに偏っていて、そしてそのどちらかをおもむろに、おろそかにすると、必ずバランスを崩してうまく上昇して消化することができません。ですから今回の満月で偏りをなくしてより洗練されたバランスの良いエネルギーの使い方を構築していくということが促せられているということです。そして多くの人がほとんどは物質的なものに偏っているから見えないものっていうもの、見えないからこそ大切なんだということをいくら言われてもなかなか理解できないけど、私たちは見えるものを大切にしてきたから、でも本当にそうなんだよっていうことに納得していくということが大事かもしれません。一応このアスペクトを見てみるとですね、ちょっと見えているでしょうか。さそり座の月は、ジュノーと重なっていて、そしてこの魚座軍団、魚座の土星、セレス、ドラゴンヘッド、エロスっていうところと、トライにしています。それから、牡牛座の天王星とハイジアにはオポジションをしています。水亀座のパラスとはスクエアを取っています。で、反対側にある太陽は当然天王星とハイジアとくっついているということになって、金星とセミスクエア、水亀座のパラスとスクエア、サソリ座のジュノーとオポジションで、魚座土星とドラゴンヘッドとセレスとエロスっていう魚座軍団とはセクスタイルをとってます。で、しかもこの日はですね、お牛座で天王星と、先ほど言いましたハイジアはオーブ0度で全くぴったり重なる日でもありますし、それからお牛座の水星と冥王星水亀座もぴったりオーブ0でスクエアをします。それからお牛座水星とさそり座リリスのオポジションのアスペクトまでオーブ0で起こるということで、なかなかこのね、全部オーブゼロで起こるというのは珍しいことですので、いかに今回の満月が強烈かということがわかるのではないかと思います。で、もちろん、獅子座の火星と水亀座、冥王星のオポジションっていうのは依然として続いています。これはもともと今回初めて起こったのは、去年11月のアメリカの選挙のちょうどあたりに一番強くなってたアスペクトですが、あの時と同じように極端な2つのエネルギーの対立によって、その分断も起こる可能性があるというアスペクトです。で、こういう今言ったアスペクトを全部を統合していくとね、
私たちはこれまで当然のように持っていた見える財産としての物質的なもの、そしてこれからも持ち続けるだろうと思い込んでいたものに対して、ハイジアの小惑星の浄化が起こるかもしれないんですね。で、それは土地とか家とか植物とか食物。これが私たちは当然のようにあると思い込んでいた物質的なもの。これと関係していくかもしれません。しかも自然を守るセレスがさっき言ったようにとても大きなアスペクトに関係しています。でもこれほとんどの人がなんとなく感じています。これから先の未来、私たちの子孫たちの時代には地球の気候はもうこんなものじゃなくてもっとワイルドになっていくこと。ほぼ毎日のように嵐になるかもしれない。そしたらその時に今の方法では植物、食物を調達できないかもしれない。呼吸するのすら難しくなるかもしれません。空気が汚れて。余談ですけれども、インテアステラという映画、ちょっと先生術好きな人っていうか、宇宙好きな人だったら、すっごい古い映画ですよ。でも見ていただくと、インターステラで言っていた未来がもうすでにちょっと近づいている可能性もあるかなと。なんとなく気づいている人は多いです。だけど私たちは何もしようとしていないかもしれない。ただし、今回、土星がさっき言ったように全アスペクトにほぼ関与していますから、課題に直面することによって、これからの未来についてより真剣に考える人が増えます。計画をする人も増えます。インターステラの映画のように、何年後かのために何とかしようっていう映画なんで、はい。だから、どんな気候でも栽培できるような植物の、育て方の開発とかね、科学者が、そう国が、本当は国がやんなきゃいけないんですけど、そういうものに着手するようなことも生まれていくかもしれません。で、この流れの中で押し込めてみないようにしてきた本当の不安とか恐れに改めて直面する人もいるかもしれません。だからこそ見えるものだけに固執しないで、見えない財産を育てていくと、この恐れが軽減します。心穏やかになります。なので、その見えない財産を育てることが大切だという教え。これが種まきですよと言ってた新月からの流れなんです。ちょっとまた余談になりますが、私は数秘術というクラスもオンラインで、動画受講できるように提供しています。興味がある方は好きな時間に見れる動画受講ですので、ぜひ。で、このクラスの中では数字の中でゼロの学びからスタートするんです。で、実際ゼロは数字ではなくて何もないということが存在するという哲学です。そして数字ではないゼロについての教えが最も深いので、私の講座でもここ一番長いです。で、これは尊敬すべきインド人の方たちが生み出した素晴らしいものです。角のない唯一の形、これをゼロとして、何もないものが存在する状態を表すための形を作ったわけです、ゼロ。このゼロの概念を生み出したインド人、彼らはもう天才です。個人的にはそう思ってます。アラビア数字は全部インドの方の発明ですから、本当はあれ、インド数字って呼ぶべきだと思ってます。例えば1っていうのは、この1っていうのは、ここに角が1個だけあるから1。2っていうのは、もともとはこうでした。Z と同じ。だから、こことここに2つ角があるから2。3はこういう。だから、こことこことここ。わかりますかね。に角が3つある。アングルの数を表してるんです。これ、天才じゃないですか。だからゼロは角がないから何もない。もう本当に何度も言いますけど、インド人の方は天才。またちょっと余談になりますけど、いろんなことを思い出したの、喋りながら。私が最も尊敬する天才の一人は、ラマヌジャンという数学者なんですけれども、アインシュタインが有名ですけど、私はもうラマヌジャンが天才だと思っていて、この方もインドの数学者ですけれども、彼は数式を全部宇宙から、神様から受け取った人なんです。ちょっと話を戻しますが、また戻らないかな。私たち日本人にとっても仏教の教えで同じような教えがあります。空即是色、色即是空。この言葉、しっくりくるかもしれません。これはつまり、形あるものや見えるものは何の意味もないもの。そして見えないもの、それこそ意味があるものっていう教えです。
だから輪廻転生していく私たちにとっては、来世に持ち越せないお金や家、意味のないもの、いつも私はクラスで言いますけど、一生懸命貯めたお金で家買っても、来世になった時にこの土地私が前世で買ったのって言ったって何の意味もないわけです。だからそんなものに一生懸命になるよりも持ち越せる財産、来世で、私ここまでもう人間について学んでるから、じゃあそこからスタートできるっていう、こういう持ち越せる学びや気づきこそが見えないアセット、目覚めとかね、あなたがどこまで今世で変容したかとか、この変容したところから始められるから、これこそ素晴らしい財産であるという意味です。ゼロの概念も同じようなこと。そして今回の上作の満月は、そんな満月です。ちなみに、私が英語を最初に学ぼうと思って、一冊本を英語で読み切ろうと思って、初めて英語で全部読んだ本は、星の王子様でした。実は、ガイアハウスの窓にもその一節を書いていて、私のこのクリスタルショップは、大通りに面しているので、みんなに読んでほしくて、窓にいつも落書きをしてるんですけれども、ちょっとうちの窓をここでシェアしてもいいでしょうか。よいしょ。見えますか？これ、これうちの窓。これうちのショップです。ビーザスターのこの後ろなんですけれども、It's only with the heart that one can see rightly。そして続きがこちら。What is essential is invisible to the eye。つまり、心でだけ正しく物事は見えるんだよ。大切なものは目では見えないんだからねっていう言葉です。私はいつもそれを心のバイブルとしてセッションしたり、この動画を撮ったりしているので、同じような思いを持つ方がやっぱり引き寄せられて、今日の動画も見てくださっているのではないかと思っております。では最後に私が宇宙から受け取ったこの65枚のカードを使ってセプタグラムソウルジャーニーリーディングから一つのメッセージを伝えたいと思います。実はこれたまに最後にやるの忘れるとメッセージをいただいたりして、マキさん、セプタグラムのメッセージを楽しみにしてるんで、カードリーディングを入れてくださいと言われるんですが、セレスです。さっきも出たデメタ、豊穣の神です。日本でいうアマテラス大神のような、ギリシャ神話の女神ですね。私たちはこの美しい地球に生まれて、当然のようにあると思っているこの種をまいて刈り取る循環、これも私たちがそこに愛を注がなければ当然ではなくなるかもしれません。もっとそこに感謝しましょうという意味かもしれません。ということで、今日は上作の満月について話してみました。ぜひ皆さん素敵な満月をお迎えください。